回収した石を全部ひっくり返してしまった。あの石、どこ行った？さて、いよいよ最終工程です。前回は刻印なしのアクセサリーを破壊検査して銀である可能性が高いことが分かりました。今回は取り外した石をきれいに洗浄して最後にスクラップとしての重量と換金額を発表します。でもその前にダイヤっぽい石がどっかに飛んでいっちゃったんですよ。果たしてちゃんとお金になったのか。最後までお見逃しなく。どうもジャンク鉱山ラボです。この動画でわかることは、1、外した石を超音波洗浄機で洗います。2、刻印のないスクラップがいくらで売れたのか、の以上2点です。まずは、外した石を拾い集めます。こうした宝石は、スクラップを売却する過程で、副産物として取れるわけなんだけど、正直なところ、色紙と呼ばれるカラーストーンは、買取業者に売った場合、あんまり高くは売れないんだ。経験上、外し石のミックスは、1g あたり、安いもので20円ぐらい。でも、同じ種類で集めることで、買取単価を上げることができるんだ。なので、外し石は基本的には、地道に集めていく系のドロップアイテムだね。それに買うときはそんなに安くないし、たまには珍しい石も手に入るから、結構面白いんだよね。まあそのあたりは、動画の最後の方で少しだけ解説するね。小さく砕けた青い石、ターコイズかもしれません。これも忘れずに回収しておきます。それから、タイタックに使われていたダイヤっぽい石。実は、トレイをひっくり返してしまって、どこかに飛んでいきました。めちゃくちゃ探しましたが、見つかりませんでした。いやー、これは悔しいですね。やっぱり、外した石はすぐに蓋付きのケースにしまうべきですね。教訓です。解体するときに出た小さな破片を磁石で自制をしながら拾い集めます。ちなみに、仕分けに使っている丸いケースは、焼酎のキャップです。飲めば飲むほど容器が増えて非常に便利です。では、残った石たちを洗浄します。今回も超音波洗浄機を使っていきます。細かい汚れや油分をしっかり落としてくれる便利な道具です。ただし、油分を取るにはバフカス落としという強力な洗剤が必要です。洗浄後は、きれいな水ですすぎます。このすすぎがとても重要ですね。特にバフカス落としなどを使っている場合は、洗剤が落ちるまでよくすすぎ洗いをします。洗剤が残ったまま乾燥させると、ベタつきの原因となってしまいます。その後は乾燥。自然乾燥でもいいんですが、今回もサーキュレーターを使って時短します。風を当てて。はい。乾きました。茶こしから出すときに、脇に小さな石が引っかかっていないか注意します。できれば、洗浄前と洗浄後で数を数えて確認した方がいいです。きれいになった石たちをよく見てみましょう。これらが、今回のドロップアイテムです。結構取れましたね。まず目を引くのが、大きなブルーの石。これは、ブルートパーズかな。赤黒い石は、ガーネットかもしれません。こちらは赤黒い石を顕微鏡で撮影した映像です。内包物が確認できます。こちらは紫色の石。ガボションカットの紫の石は、経験上アメジストであることが多いです。正確には鑑別を得る必要がありますが、こちらは多分サンゴでしょう。裏側から撮影した映像です。独特な白くなっている部分があります。石を外すことで観測できるようになる特徴があるのです。これらの石、
売れる値段は別として、副産物としてはなかなか魅力的です。スクラップの方も最終集計に入ります。石をすべて外して異物を取り除いた状態の銀スクラップたち。この時点での総重量を測ってみましょう。最初が 139g でしたが、やはり石を外した分だけかなり減ってますね。108.4g です。でも、これは必要な作業の結果、石付きのままだとスクラップとして売却できないんです。磁性のあった指は 1.1g、 外した宝石 24.8g、 砕けた青い石、これは外し石に含めることはできませんが、さらに砕いて顔料に利用できるかもしれません。 0.4G。 そしてもう一つ、磁石に反応したパーツをチェックします。銀ではない金属が使われていたパーツたち。これらはまとめて別で保管します。3g です。家電系のジャンク品はジャンルによっては鉄が結構取れるので、一緒に処理すれば1キロあたり数十円くらいにはなります。まあ、興味のある人は過去動画を見てみてください。地味ですが、こういう細かい積み重ねが大事です。さあ、いよいよ最終結果の発表です。刻印のないスクラップが 108.4g、 14,000円。磁石にくっついた指は 1.1g、 80円。結構反応してたもんね。外した宝石 24.8g、 496円。今回の刻印なしアクセサリーの銀スクラップ、ちゃんと銀として換金できました。いやー、ここまで手間はかかりましたが、結果が出ると、やっぱり嬉しいですね。それに、回収した石たちもコレクションとして価値があります。刻印がなくても諦めるのは早い。でも、破壊検査にはリスクがあるので、そこはしっかり考えて進めましょう。今後も、こうした素材検証や分解作業の動画をアップしていきます。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしています。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。